はい、どうも皆さん、こんばんは。WD23 スタジオでございます。本日はですね、2023年10月の2日、ファンタジースプリングスの様子を見ていきたいなと思います。というわけで、早くももう10月になりましたね。残りもですね、なんと2023年あと2ヶ月ということで、年末に向かっていってるわけでございますけども、今回もね、ファンタジースプリングスホテルとかノースマウンテン、あとはエルサのアイスパレスももちろん進捗見えておりますので、そちらの方を皆さんにご紹介していきたいなと思います。多分ね、皆さん気になっているところだと思うので楽しみにしていきましょう。それではですね、ハロウィンイベントを行っている東京ディズニーリゾートのファンタジースプリングス見ていきましょう。どうぞ。はい、ディズニーリゾートラインに乗りまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容をこのような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、ベイサイドステーション周辺、そして画像解説の方を行っていきたいなと思います。奥に見えておりますのが本日の山壁でございます。そして手前のところはですね、バスターミナルウエストの工事、そして奥に新スペースマウンテン周辺工事の様子でございます。こちらはですね、掘削工事行われておりまして、結構形分かってきたので、皆さんにね、この小ビルの形含めて別の動画でご紹介していきたいなと思います。そしてこちら見えてきましたのが、アレンデル城の裏、そしてラプンツェルの森、ラプンツェルの塔の様子でございます。そして、こちら手前のところの箱がですね、ノースマウンテンフローズンジャーニー、そしてですね、こちらエルサのアイスパレス、ここのところ足場組んで工事しておりまして、形分かりましたね。ここありますね。そしてその左のところはですね、ここにエルサのアイスパレスの先端がここ置いてありますが、まだ設置はされていないようですね。イマジニアの方もいました。そしてこちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルファンタジーシャトーの建物、そしてその手前のところにここ駐車場がありまして、そのゲートもこちらにあります。外壁の工事はですね、こちら終了しておりますね。そして見えてきましたのが、こちらファンタジースプリングスホテルの車寄せドーム周辺になります。キャラクターロック、噴水がね、ここにあるわけなんですけども、ここもまだ今工事しておりますね。そしてこちらパークエントランスの上部のところ、非常に綺麗に仕上がっておりますので、後ほどご紹介していきたいなと思います。この後はですね、ネバーランドアドベンチャー側ですね。はい、こちらネバーランドアドベンチャー側の様子でございます。グランドシャトーオーク、ラプンツェルの登場、リードジャーゴー、ピクシーホロー、アレンデール城、そしてノースマテン、フローズンジャーニー、エルサのアイスパレスもあります。ファンタジーシャトーの中には、そしてこちらファンタジースプリングスレストランにメイン島のドーム、そして手前のところがネバーランドアドベンチャーの箱に、ファンタジースプリングスのエントランス CP 島です。この後はですね、サンプルヤードを見ていきましょう。はい、こちらサンプルヤードでございます。この後はですね、ベイサイドステーション周辺見た後画像解説の方やっていきますので、お楽しみください。はい、こちらはですね、ベイサイドステーション改札出たところになります。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっております。足場がね、なんとここ外れてきておりまして、上の方こんな感じで植物の絵とかね、木の塗装、あとはいろんなね、部分の塗装が新たにされておりまして、非常に綺麗に仕上がっております。特にここパークエントランスの上部、上のところですね。ここ非常に私的にはね、綺麗だなといったところにはなるんですけども、その上のところ、針金みたいなのがね、ここに設置されているんですが、これはおそらくフェイクグリーンのはい、骨組みとなっております。そしてここ、ハスの花と思われるね、花にはなるんですけども、ここね、かなり美しくなりましたね。金色の塗装がされていたんですが、パーツが設置された後ですね、ここに、はい、新たに塗装が加わりまして、非常に美しい仕上がりとなっています。いや、いい感じですね。ほんとここね、私個人的には好きな部分となりました。そしてその周辺はね、石レンガの塗装がさらにされているといったところです。そしてここはですね、手荷物検査場の屋根と思われる場所になるんですけども、ここの上の部分はですね、緑色だった、はい、ここ装飾のところは金色の、そしてエイジングの加工がされておりまして、屋根も含めてね、非常に綺麗になっております。縁の部分もね、塗装がされておりまして、さらにその手荷物検査場の周辺もですね、石レンガがこのような形で敷かれております。足場もね、はい、除去されていますね。そしてこちらのところはですね、グランドシャトーの駐車場のところになりまして、ファンタジーシャトーの外壁工事車寄せドームの周辺となっております。こんな感じでですね、パークエントランス周辺も非常に綺麗になってきております。
はい、そしてこちら、ベイサイドステーション、エスカレーター降りたところになります。今現在見ていたパークエントランスの周辺になっておりまして、はい、ここ先ほど見ていて綺麗だなと言っていたところです。パークエントランスの上部のところ。いや、かなりね、石レンガも、塗装がですね、修正されたことで、いい感じの仕上がりになっております。やっぱりここ綺麗ですね。いい感じです。ここ金色のね、塗装がさらにエイジング後の加工がされまして、非常に美しい仕上がりとなっております。そしてですね、その下のところが手荷物検査場の屋根と思われる場所になるんですけども、ここの部分ですね、中の方はですね、だいぶ足場が外れてきておりまして、電飾とか、あとは装飾が追加設置されておりまして、非常に綺麗にここもね、仕上がりになっております。完成もね、ここら辺は近いんじゃないでしょうか。足場も完全に外れることで完成もね、近いものと思われます。はい、それではですね、ベイサイドステーション周辺見ていきましょう。まずはネーバーランドのエリアの方行きましょう。はい、こちらはですね、ネーバーランドマウンテンになっております。その左側のところはルックアウトクックアウトのロックワークとなっておりまして、足場がね、はい、外れていると言っていた場所なんですが、その足場外して埋めたところ、前回は、もうね、白くなっていたんですよね。ただ、この辺はもう全くわかんないですね。もう非常に、ここはかなり細かい技術が使われているところになるんですけども、いや、本当に素晴らしい仕上がりですね。まだね、裏の方は足場が設置されているので、この辺はね、ちょっと変わってくるかもしれないですね。そしてその左側のところ、ピクシーホローライドの裏のところがですね、盛り土がされていたところが、はい、ここ全部外れておりますね。EPS 工法というものを使用されているんですけども、この発泡スチロール材も全部外して、左側の方に広くですね、はい、拡大しております。はい、こちらベイサイドステーション、ホームの端から見た場所、左側が東京ディズニーシーファンタジースプリングホテルのグランドシャトー上部になっておりまして、そしてここから見えるのが、ネバーランドマウンテンでございます。ファンタジースプリングス2大マウンテンの一つですけども、ここの下のところ、白く変わりないですよね。前回からは大きく変わりないので、もしかしたらこの姿でネバーランドマウンテンは完成なのかもしれないですね。続いてがこちら、アレンデールエリア見ていきましょう。まずは、アレンデール城の様子ですね。アレンデール城もですね、非常に美しい塗装が施されているわけですけども、はい、この辺屋根寄っていくとね、端の方がまだ薄い色、塗装している段階なんでしょうか。途中みたいですよね。上の方はもうほぼ完成といったところですが、屋根の下の方ですね、今塗装とか、あと屋根張りの作業が行われているといったところでいいんではないでしょうか。旗もね、はい、アレンデール城の国旗の旗も見ることができます。左右のね、この塔に関しては、完成しているような感じですね。アレンデール城も足場が取れた姿が楽しみですね。はい、そしてこちら同じくアレンデールのエリアとなるわけなんですが、この辺拡大していくと、ノースマウンテンが見ることができます。こちらもファンタジースプリングス2大マウンテンの一つなんですが、ややね、植栽が加わったことで見にくくはなっているんですけども、こちら、さらに拡大していくと、はい、ここにエルスタのアイスパレスがあります。ややね、ちょっと見にくいので、また別の角度から画像でね、見ていこうかなとは思うんですけども、こちらにですね、エルスタのアイスパレスがさらに上の方までね、拡大していってますね。先端こそまだ設置されていないんですが、エルサのアイスパレスも工事進捗が見られております。それではですね、画像解説見ていきましょう。まず画像1枚目、こちらでございます。こちら東京ディズニーシーファンタジースプリングスホテルのパークエントランス前となっておりますね。本当に見事な姿が見ることができます。足場外れてさらにね、見やすくなっているので、かなり美しいですよね。じゃあ塗装の修正が加わったことで、以前の塗装前と比べるとですね、全然違いますよね。かなり雰囲気が変わりました。以前よりだいぶこちらの方はですね、好きになってきたかなといったところになります。左右のね、ところはもう足場外れていて、今中央のね、部分だけ足場がまだあるような状況です。今現在その中央の部分に関しては、細かい塗装だったりとか、あとは今後ですね、おそらくフェイクグリーンという形で、植物がね、ここに設置されるものと思われます。こちらの方をちょっと拡大してみていきましょう。はい、こちら中央の部分ですね、足場がある箇所をね、拡大していったわけですけども、いやー、ここ本当に
好きです。本当に好きですよ。ここいいっすよね。いやもう真ん中の金色の塗装もですし、その周辺の色合いというか、もうね、いい感じでございます。いや、バランス含めて、いや、ここはですね、かなり私個人的にはもう好きな場所となっております。もともとね、乳白色の装飾だった部分に関しては、グラデーションの塗装と、あとは少しだけね、黒っぽい、グレーっぽいような塗装が加わっております。さらにはですね、真ん中のところに関しては、金色でですね、植物っぽいような、そういったデザインのイラストが描かれております。そしてですね、そのさらに真ん中のところ、ここに関しては、ハスの花のような、装飾が、パーツが取り付けられておりまして、下のところにですね、若干金色っぽいようなね、はい、ここ塗装が加わっております。そのハスの花に関してなんですけども、金色の塗装にですね、ややエイジングっぽいような加工が加わっておりまして、こちらの見事な塗装がね、されているわけですね。その上部のところになるんですけども、上のところを見ていくと、黒っぽい針金のようなものがあります。こちらに関してはフェイクグリーンという植物が設置されるものと思われます。植物といってもね、本物の植物ではなく、偽物のフェイクの植物になるわけなんですが、なかなか今まで東京ディズニーリゾートのホテルでは見られないような装飾になりますね。フェイクグリーンっていうのはね。作り物の植物とは言ってもかなりリアルに見せてくるかなとは思うので、全体的に自然とか、あとは植物といったところがこのファンタジースプリングスに多く見られるので、こちらのパークエントランスでですね、ファンタジースプリングスに入っていく場所ですから、そこにこの植物が設置されるといったところでファンタジースプリングスの象徴となるようなエントランスとなりそうですよね。このファンタジースプリングスホテル、パーク外に関してはかなり周辺のオフィシャルホテルによった形でですね、デザインになっているわけなんですけども、このパークエントランスに関しては特にですね、植物などなどが加わることでファンタジー路線寄りのですね、はい、ここデザインとなっているわけなんですよね。やはりここからファンタジースプリングスに入っていくわけですから、ここのね、デザインは非常に重要になってくるんじゃないかなとは思います。非常に楽しみです。ちょっとさらに拡大して見ていきましょう。はい、ここ金色のね、ハスの花のパーツの部分ですね。いや、ここ美しいですよね。いや、いい感じにここもね、はい、塗装がされております。はい、そしてですね、こちら、リゾートラインから見た場所なんですが、奥にはですね、ピクシーホローにありますティンカーベルのビジーバギーというアトラクションがあるわけなんですが、その手前のところですね、ちょうどピクシーホローライドの裏のところに、盛り土が設置されていたわけですよね。この盛り土がですね、一度全部引っ剥がされておりまして、EPS 工法で作られております、発泡スチロールもですね、全部除去されておりまして、今左側に大きく出ましたね。かなり広く設置されているわけなんですけども、こちらの、盛り土が再設置されて、いろいろかなり大きさ、高さ含めて修正が加わりそうですよね。パーク内から外のね、リゾートラインが見えたり、あとはオフィシャルホテルが見えたりといった形になる可能性があるので、この辺の盛り土の高さに関しては、若干の修正が加わっているというところですね。ファンタジースプリングスの中でも特にここ一番低い部分になりますので、この盛り土が修正されてですね、植栽が加わることで、このリゾートラインから、このパーク内とか、あとはその周辺からですね、このパーク内が見えにくくなるかなと思います。次回以降もしかしたらね、この辺からの、ファンタジースプリングスの観察っていうのが、おそらくしにくくなりそうな予感ではありますので、皆さんね、ファンタジースプリングスの観察とか行っている方はご注意いただければなと思います。そして、アレンデールエリア見ていきましょう。まずはアレンデール城ですよね。いつも見ているわけですよ、アレンデール城。はい。アレンデール城が設置されてからですね、毎回このような形で観察しておりますが、今回も塗装の作業が行われております。もう上の方はね、相変わらずもう足場の方は外れておりますので、今まだ足場が設置されている下の方の屋根の塗装が行われているんですよね。こちら拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じでですね、アレンデル城の上部になっております。上部に関してはね、はい、こんな感じで変わりはなさそうですよね。はい、こちらアレンデル城の下の部分に関してなんですけども、まだね、足場が設置されておりますが、屋根材に関してはだいぶ張り終わっているような感じになっております。そして塗装もですね、いろいろ仕上がっておりますよね。非常に美しい塗装がね、されておりますね。まるで本当にもう、
こに昔からお城が建っていたかのような、そしてね、北欧の厳しい寒さに耐えてきたかのようなアレンデール城になっているんですよね。非常に美しい塗装がこちらでは見ることができます。そして、さらにね、ちょっと拡大して見ていくと、屋根の縁のところ、ここをまだ塗装をしている最中で、上の方からですね、若干色が薄くなっているのが見えます。まだおそらくここ塗装途中の段階でしょう。そしてこの画像の左のところに関してもまだ屋根の色が薄いので、屋根材設置して、その後の今後塗装を待っているような感じになっていると思われます。アレンデール城に関しては、シンデレラ城や野獣のお城に続く3つ目のプリンセスキャッスルとなりそうなので、こちらのね、仕上がり、非常に楽しみにしていきたいところであります。そしてそんな同じアレンデール関連になります。こちら、ノースマウンテンフローズンジャーニーになります。アトラクションのロックワークになるわけなんですけども、まだね、足場が設置されておりますね。ここで何が行われているかというと、はい、こちら、エルサのアイスパレスになります。エルサの魔法によってできた氷のお城がこちらに設置されているわけなんですが、まだね、足場そしてシートの中にこちらのエルサのアイスパレスはあります。前回と比較するとより上の方までこちらの氷のお城が設置されているのがわかります。パーツごとにこちらのエルサのアイスパレスが設置されてですね、さらに同時にこちらの塗装がされています。実際に作業員の方がこちらで塗装している姿も見られました。もう少し拡大していくと、こちらに見えますのがエルサがいたアイスパレスのテラスになっております。下にある入り口と比べると、テラスの方がですね、非常に小さくなっておりますので、強化遠近法というものがこちらのアイスパレスにも利用されているものと思われます。下の入り口のところを見てみますと、ここから続く階段のアーチがですね、ここにあるわけなんですが、まだ設置されていないので、おそらく足場もろもろがね、ある程度外れてからこの入り口の部分にですね、氷の階段が設置されるものと思われます。テラスのところをですね、拡大して見ていくとこんな感じになっておりますね。劇中でもこのテラスがね、映るシーンがありましたが、ここも非常に細かいですね、氷の装飾が追加されているといったところで、かなりここはですね、拡大して見ても美しいアイスパレスがね、見ることができそうですね。色合いとしてはやはり香港のエルサのアイスパレスに近い色合いとなりそうなので、日中に関してはそこまでね、透明感が感じにくいような、そういったエルサのアイスパレスのデザインとなりそうですね。はい、それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。2023年10月の2日、ファンタジースプリングスの様子でございました。最後はですね、またこちらのファンタジースプリングスホテルの看板のところからお別れしていきたいなと思います。はい、こちらから見えますのがファンタジースプリングスホテルになるんですけども、おそらくですね、ここの奥に見えるクレーンで吊っていてですね、ここで、おそらくエルサのアイスパレスが設置されている作業が行われております。いやー、楽しみですよね。エルサのアイスパレスもかなり毎回ですね、変化が見られているわけなんですけども、次回以降おそらくアメリカ旅行終わってからの観察になりますので、もしかしたらエルサのアイスパレス完成した姿が見ることができるかもしれないので、この辺楽しみにしていきましょう。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録者はですね、2023年中にチャンネル登録者2023人突破目指しておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。そして WD23 スタジオズはですね、SNS、X、Twitter、Instagram、そしてスレッズの方もやっておりますので、ぜひ皆さんフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。